こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は大丈夫、安心して悲観主義でもうまくいくからというタイトルでお話しします。悲観主義で物事のネガティブ面ばかりに目が行き、起こりうる悪い事態をいろいろ想像して暗い気持ちで不安になる人がいます。傍から見ればなんでそんなに最悪なことだけを考えて気分を落ち込ませているのだろうかと不思議に感じるでしょう。波動同調の法則を解く人がそんな人を見れば、自分が出している暗い波動と同じように暗い出来事を引き寄せてしまうので、明るい気持ちになった方がいいよとアドバイスします。しかし私は経験上、悲観主義で物事に臨めば悪い結果が出るかといえば必ずしもそうではないことを知っています。ありとあらゆる悪い事態を想像しても、結果的には全てがうまくいき、丸く収まったということも何度も身をもって体験しています。できればポジティブで前向きな姿勢で明るい気持ちで物事に臨んだ方がいいです。しかし、いつでも誰でもそうできるかは大きな疑問があります。明るくポジティブになりたくてもそうなれない場合もあります。人生には良いこともありますが悪いことも起きます。自分ではコントロールがつかない困難で絶望的な状況にはまることもあります。特に人生の早い時期に散々悲惨な目にあってこの世の闇の部分を見てしまえばその後の人生でそんなに楽観的には生きられなくなります。人生は辛いものだという考えが自分の中に定着してしまっても当然です。そんな場合には無理してポジティブに振る舞ったり、物事をポジティブに捉えようとしてもあまり効果的ではなく、逆に余計落ち込んでしまいます。それなら開き直ってネガティブで悲観的でも大丈夫だよと悲観的な自分に OK サインを出してあげましょう。悲観的でも物事をうまく進めることは可能だからです。具体的には何をすればいいのでしょうか。まず最初に紙とペンを用意してください。自分の頭の中にあるこんなことが起きたら悲惨だなと思うようなことをすべて書き出してみることです。大きなことでも小さなことでも何でもいいから、とにかく頭の中にある心配や不安、こうなったら最悪と想像できることを全部紙に書いてみます。次に自分が想像した悪い事態の一つ一つに、この事態を防ぐために今自分ができることがあるのかを考えてみます。自分の力ではどうにもならないことはちょっと横に置いておいて、自分ができることだけに注目します。実際にこの最悪な事態は自分が何らかの行動をとれば防げるだろうというものもあるはずです。起こりうる悪いことのすべてにそれぞれ自分ができる対策案を考えて紙に書き出してみてください。この作業が終了したら実際に対策案を実践してみるんです。対策案を見てみて、一番簡単にできそうなことを選びます。そしてそれを実際に実践します。基本的には複数のことを一度にやるよりも、一つずつ片付けていくようにします。一つ終了したら線を引いて消します。そして次に残ったものの中で自分にとってやりやすいものを選んでそれを実践します。実際に行動が始まると、ネガティブな気持ちは自然と消えていきます。何らかの作業を淡々としていれば、
悲観的な気持ちを意識して消そうとしなくても自然に落ち着いてくるものです。とても不思議な現象ですが、今まであった不安や心配な気持ちも徐々になくなっていきます。対策案の項目を一つずつ淡々とこなすうちに、突然びっくりするような喜びが自分の視界に入ってきます。最初は不安が大きく心配したけれど、結果的には全てがうまく回っているという実感を得ることもあります。もちろんいつも全てがうまくいくわけではなくても、自分が想像した最悪な事態よりは物事はずっと良い状態で動いていることが確認できます。最悪を覚悟していた分、実際の結果は良いものであることが多いです。期待と結果のギャップがかけ離れていればいるほど大きな喜びを感じることができます。次にまたチャレンジが来た時には、前と同じようにありとあらゆる心配をして悲観的に考える自分がいます。しかしこの時も前にやった方法で同じように最悪の事態をすべて書き出し、それに対する自分ができることを考えます。そして再び対策案の中から一番簡単にできそうなことから一つずつやってみて、淡々と行動してみることです。チャレンジが来るたびに同じようなプロセスを繰り返せば、自分の中に小さな成功体験が少しずつ積み上がっていきます。この小さな成功体験により楽観視できるようにはなれなくても、自分の心の奥底には大丈夫だという確信が確実に芽生えてきます。この小さな確信のようなものが後に自分を支えてくれるようになります。自分の中に少しずつ積み上がる大丈夫だという確信は、自分を悲観主義からおさらばさせてくれるものではありません。しかし、対策案を実行するエネルギーを自分に与えてくれるものです。悲観主義でも物事がうまくいく理由は自分が行動しているからです。ありとあらゆる悪いことを頭の中で想像するだけで、くよくよ考え、何も行動を起こさなければ、何も変わることもなく、物事がうまく回り出すこともありません。悲観的に考えても行動があるから、それなりの結果も出るんです。もちろん、ポジティブな気持ちで楽しくやる方が理想的ではありますが、人にはいろいろな事情があり、そうできないこともしばしばあります。そんな時には無理にポジティブになる必要はありません。大切なポイントは、単にくよくよ悩むのではなく、考えられる最悪な事態を防ぐために、自分が今できることを一つ一つ丁寧にやっていくことです。淡々と行動しているうちに、ネガティブ感情も自然に消えて、そのうち自分でもびっくりするような素晴らしい喜びが手に入ります。このやり方の達人になれば、悲観主義でもいろいろなことをうまく回していくようになります。だから大丈夫です。安心してください。悲観主義も悪いことばかりではありません。ということで今回は大丈夫、安心して、悲観主義でもうまくいくからというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。